たった1週間でですよ、150兆円。はい、150兆円ですね。巨大企業の価値が世界の株式市場から一瞬にして蒸発したんです。しかも原因は金融危機でもどこかの戦争でもなく、たった一つの AI ツールの発表だったんですよね。本当に劇的な出来事でした。あなたは今、ビジネスの世界で絶対的な正解だと思っていたものが、ある日突然音を立てて崩れ去る瞬間って想像できますか？なかなか想像できないですよね、普通は。ですよね。というわけで、今回の深掘りのテーマは SaaS の死、いわゆる SaaS ポカリプスと AI エージェント革命についてです。はい、2026年2月に起きたあの歴史的事件ですね。そうなんです。これ単なる市場の暴落じゃないんですよね。昨日まで世界を支配していた SaaS っていう強大なビジネスモデルが、なぜこれほどまでに虚しく崩れ去ったのか。なんというか巨大な隕石が落ちて恐竜が絶滅したようなそんな衝撃ですよ。まさに、業界ではアンスロピックショックなんて呼ばれていますが、これは市場の単なる調整とかではなくて、ソフトウェアの概念そのものが根底から売る完全なパラダイムシフトでした。ですよね。なので今回は SaaS 市場の崩壊を報じる最新レポートとか、セールスフォースなどの企業動向、DX に関するコラム、さらにはプログラミング言語の歴史から AI の未来まで膨大な資料の山を徹底的に読み解いていきます。はい。かなり幅広い資料が集まっていますね。で、今回のミッションは、あなた自身がこの激動のパラダイムシフトの本質を理解して、この AI エージェント時代に取り残されることなく、どう立ち回るべきかのヒントを抽出することです。非常に重要なテーマだと思います。では早速、この隕石の正体に迫る前に、そもそもなぜ SaaS はこれほどまでに無敵の恐竜になれたのか。まずはその前提から整理していきましょうか。そうですね。これを理解するには少し時計の針を戻して、プログラミングというものの本質を見る必要があるんですよ。ほう、プログラミングの本質ですか。はい。歴史的に見れば、ソフトウェアとかプログラミングの進化っていうのは、一貫して計算の自動化の歴史なんです。計算の自動化。例えば、紀元前2500年のメソポトミアで生まれたアバカス、つまりソロバンから始まりまして。ソロバンからですか。随分遡りますね。そうなんですよ。そこから17世紀のパスカルの歯車式計算機へと進化して、そして第二次世界大戦中には大砲の複雑な弾道計算を自動化するためにイニアックのような巨大な電子計算機が生まれました。なるほど。最初は本当に物理的な計算機だったわけですね。それがどうやって今の私たちが使うようなソフトウェアになっていったんですか？初期はですね、人間がコンピューターに合わせて0と1の機械語で直接命令を入力していたんです。うわぁ、それは気が遠くなりますね。ですよね。それではあまりにも非効率だということで、グレース・ホッパラという人物がコンパイラーを発明しまして、そこから人間が理解しやすい言葉で指示を出せるようになったんです。そこから言語っぽくなっていくと。はい。フォートランとかコブル、そして C 言語、Java、Python といった高水準言語へと進化を遂げていきました。つまり一部の天才だけのものだった計算の自動化がより直感的に誰もが作れる使える時代へと向かっていったわけです。なるほど。そうやって言語が進化してソフトウェア開発が身近になって、そこにインターネットの普及が重なって誕生したのが SSS、つまりソフトウェアアザサービスだったわけですね。その通りです。昔ってCD ロムを買ってきてパソコンにインストールしたりとか、企業なら自社に巨大なサーバーを置いて管理したりしてましたけど、あれってすごく綿棒でしたよね。自社でインフラを構築して維持する、いわゆるオンプレミス型のシステムは多額の初期投資とメンテナンスの手間がどうしてもかかりましたから。ですよね。その後、インターネットの発展とともにインフラだけを貸し出す IaaS とか、開発環境を貸し出す PaaS も登場したんですが、SaaS はそれらをさらに飛び越えたんです。飛び越えたというと？完成品のソフトウェアをクラウド経由で直接利用できるという、当時としては画期的な仕組みだったんですよ。例えるなら、家をゼロから建てるために土地や資材を買うのが IaaS や PaaS だとしたら、SaaS は家具付きの高級賃貸マンションに今日からすぐ住めるようになったみたいな大革命ですよね。それは非常にわかりやすい例えですね。まさにそんな感じです。自分で水道管のメンテナンスもしなくていいし、初期費用も劇的に安いわけじゃないですか。はい。その手軽さが爆発的な普及を生んだんです。ディーレラブのデータによれば、
2024年の SaaS 市場シェア1位はマイクロソフトで 26.4%。次いでオラクル、アルファベット、セールスフォースと続きます。増々たる顔ぶれですね。ええ。彼らは投資家が好む完璧な構造を作り上げたんです。初期費用が安くて導入のハードルが低い一方で、サブスクリプションで毎月確実に売り上げが積み上がる、いわゆるストック型のビジネスですから。確かに。毎月チャリンチャリンとお金が入ってくる。しかも、顧客のデータや業務フローがそのツールに完全に依存するようになるため、他ツールへの乗り換えが面倒になる。つまりロックインが強力に効くんです。一度使い始めたらやめられないですよね。しかもソフトウェアだから100人に売るのも1万人に売るのも限界費用はほぼゼロに近い。利益率が高い最強のビジネスモデルですよね。そう。まさに最強に見えました。でもですね、ここでちょっと疑問があるんですよ。はい、何でしょう。大暴落が起きたのは2026年ですけど、実はニュースとかのデータを見ていると、2025年度の時点ですでにソフトウェア業界の倒産って過去10年で最多ペースになっていましたよね。よく見ていらっしゃいますね。アンソロピックショックの前からすでに SaaS の黄金時代にはひびが入っていたんじゃないですか。その見立ては非常に正確です。実は SaaS はその最強のビジネスモデルの中に致命的な自己破壊のメカニズムを抱えていたんですよ。自己破壊のメカニズム、一体どういうことですか？ SaaS の最大の収益源って基本的には ID 数、つまりシート数課金なんです。使う人の数ですね。企業内でそのソフトウェアを使う人間の数が増えれば増えるほどベンダーが儲かる仕組みです。でも AI が進化して人間の作業を代替するようになるとどうなるか。ソフトウェアを操作する人間の数が減る。そうなんです。顧客が AI を活用して見事に業務効率化を達成すればするほど、結果的に SaaS ベンダーの収益は減ってしまうというパラドックスに陥っていたんです。それって顧客が健康になって通わなくなると潰れてしまうスポーツジムと同じですね。結果を出せば出すほど自分たちの首を絞めることになる。全くその通りです。そしてもう一つ、SaaS トラップと呼ばれる技術的なコスト構造の崩壊もありました。コスト構造の崩壊ですか？はい。従来の SaaS って AWS などのクラウドインフラを使っていましたが、ユーザーが1万人増えてもサーバー代が急激に跳ね上がることはなかったんです。でも AI 機能が組み込まれた AI ネイティブ SaaS は全く構造が違います。同じクラウドでも何がそんなに違うんですか？ユーザーが AI に対してこの長文を要約してとかデータを分析してと指示を出すたびに、裏側で非常に高価な GPU がゴリゴリと推論の計算を走らせるんです。なるほど。計算の重さが違う。そうなんですよ。つまり使われれば使われるほど計算資源のコストがかさむ。それを月額固定料金で提供していると、ユーザーが AI を熱心に使うほど利益が圧迫されて、最悪の場合は逆ザイヤに陥るリスクが生じていたんです。なるほど。ビジネスモデルの土台がすでに揺らいでいた心に落ちてきたのが、2026年2月のアンスロピックショックだったと。そういうことです。アンスロピック社が突如発表したクロードコーワークとクロードコード。これが引き金となって2026年2月3日、S&P500 ソフトウェア指数は1日で 13% という史上最悪の下落を記録しました。1日で 13% って異常ですよね。アトラシアンはマイナス 35%、セールスフォースはマイナス 28%、日本でもサンさんがマイナス 12.4%、フリーがマイナス 9.0% と文字通り連鎖暴落が起きたんです。月額たった数千円の AI ツールが企業が何千万円もかけて導入してきたソフトウェア市場を破壊したと。でもここが一番引っかかるところなんですが、はい。セールスフォースのエージェントフォースみたいに
既存の SaaS 企業も自分のツールの中に AI アシスタント機能を組み込み始めていましたよね。なぜクロードコーワークが出ただけで既存のツールと共存するのではなく市場の破壊というパニックになったんでしょうか？非常に鋭い質問ですね。そこで重要になるのが、性能の AI から機能の AI への進化、そしてシステムの階層の変化なんです。階層の変化。既存の SaaS に組み込まれた AI っていうのは、あくまで人間が操作する画面、つまり UI の中での補助に過ぎませんでした。ほうほう。専門用語で言えば、人間がデータを入力して記録するためのシステムオブレコード、記録のシステムの枠を出ていなかったんです。つまり人間が主役で AI はあくまで便利なサポート役だったと。そうです。しかし、クロードコーワークは単なるチャットボットではありません。自律型エージェントなんです。自律型エージェント。はい。ユーザーのパソコンのローカル環境に直接入り込んで、ブラウザを開き、CRM からデータを引っ張り、Slack で担当者にメッセージを送り、会計ソフトに入力するといった具合に、複数のツールを自律的に横断して複雑なタスクを実行するんです。そんなことまで？これがシステムオブエージェンツ、エージェントのシステムへの移行を意味します。ってことは人間が SAS を開いてカタカタ入力する代わりに、AI エージェントが人間の代わりにマウスを動かしていろいろな SAS を勝手に使いこなしちゃうわけですね。その通りです。そして投資家たちを最も恐怖させたのはアンスロピック社が使ったエージェントハーネスという技術でした。エージェントハーネス。何ですかそれは？これですね、AI 自身、つまりクロードコードが新たな AI システムであるクロードオクスソックスを高速で開発する仕組みのことなんです。いや、ちょっと待ってください。AI が AI を作るって具体的にどういうことですか？なんか SF 映画みたいなんですけど。文字通りなんですよ。AI が自分でソースコードを書き、テスト環境で実行し、エラーが出たらそのエラーログを自分で読み込んで、数秒でコードを修正して再度デプロイするんです。数秒で？はい。人間が何ヶ月も会議をして要件定義をしてコードを書くスピードとはもう次元が違います。既存の SaaS 企業が人間による開発でこの進化のスピードに追いつくのは不可能だと、これが投資家に共存ではなく駆逐されると判断させた決定的な理由なんです。なるほど。ソフトウェアを買うというパラダイムが本当に終わりを告げようとしているわけですね。まさにそういうことです。ここが本当に面白いところなんですが、じゃあ SAS を買わないなら、企業はどうやってシステムを用意するのという話になりますよね。ここで出てくるのが内製化。しかもプログラミングスキルを必要としないバイブコーディングの波ですね。自然言語で AI に意図を伝えるだけで、複雑なプログラミングなしに自社専用のカスタムサースを作れてしまう手法のことです。数時間で作れちゃうんですね。技術の進化が作ることのハードルを極限まで下げてしまったんです。これって例えるなら、毎日 UberEats で出来合いのパッケージ弁当、つまり SaaS を頼むのをやめて、自分の家のキッチンに専属の超一流シェフを住まわせるようなものですよね。今日はこんな感じのものが食べたいっていうだけで、冷蔵庫にあるもので何でも作ってくれるみたいな。まさにその感覚ですね。ただここで立ち止まって考えてみてほしい疑問があるんです。何でしょう？これまで企業のシステム内製化を阻害ていたのは本当にコーディング技術の難しさだけだったのでしょうか？なるほど。確かに専属シェフがいるのは最高ですけど、素人の私がただ、なんか美味しいもの作ってってだけ指示し続けたら、結局レシピも材料も誰も管理できない謎の料理が溢れ返ることになりますよね。はい、おっしゃる通りです。会社で言えば、誰も全体像を把握していないノラアプリ、いわゆるシャドウ IT が社内に乱立して大パニックになりません？ AI がいくら優秀にコードをかけても、人間側の設計能力が追いつかない気がするんですが。素晴らしい指摘です。これまでの内製化における本当の壁って、プログラミング言語の文法を知らないことではなくて、自社の業務を正しく整理して、システムとしての要件を定義できないことや、失敗を許容して継続的に改善する文化がないというガバナンスの問題だったんです。結局人間の側の問題だったと。そうなんです。生成 AI はコードを書くコストをほぼゼロにしましたが、魔法の杖ではありません。何を作るべきかを人間が明確に定義できなければ、機能するシステムは生まれないんですよ。だったら、やっぱり業務のベストプラクティスが詰まったプロの SaaS ベンダーにお願いした方が安心なんじゃないですか？だからこそ線引きが重要になってくるんです。全部を SaaS に依存するか、全部を内製化するかというゼロサムゲームではなくなりました。ふむふむ。
自社の競争力の源泉となるコア業務については AI エージェントを使ってアジャイルに内製して、経理や人事などの汎用的なバックオフィス業務は既存の SaaS に任せるというハイブリッドな選択肢が現実的になったんです。なるほど。適材適所ということですね。はい。そしてこれまで流行っていたノーコードとかローコードツールも死んだわけではありません。そうなんですか。むしろ AI というシェフに対してこういう枠組みで作ってくれと指示を出すための共通言語や、自動で形にするための強力な補助装置としてその重要性を増しているんです。AI に自由に作らせるんじゃなくて、ノーコードツールの型にはめて作らせることで人間が管理できる状態を保つわけですね。その通りです。では、このように誰もがシステムを作れる AI を動かせるようになった世界で、私たちの働くという行為自体はどう変わっていくんでしょうか。SaaS の終焉がもたらす究極の未来像は、ソフトウェアと労働の融合なんです。ここで理解しておくべき重要な概念が、閉じたループ、自己改善のループですね。閉じたループ。つまり人間がボタンを押さなくてもシステムが勝手に回っちゃうってことですか？そうです。AI エージェントが自律的に必要なデータを拾って分析して実行し、その結果から学んでさらに次のアクションを改善する。このループの中に人間が介入する必要がなくなったとき、ループは閉じます。閉じちゃうんですね。はい。そして完全に閉じたループの内側で行われていた人間の労働は消滅するんです。ですから、このループのドアが閉じる前に我々は外側に飛び出さなければなりません。つまり、これまではオーケストラの中で必死にバイオリンを弾いていたけれど、これからは演奏そのものを AI エージェントたちに任せて、自分は全体を見渡し、誰にいつ演奏させるかを指示するコンダクター、指揮者にならなきゃいけないってことですね。まさにその比喩の通りです。人間には例外処理の判断と複数の AI エージェントを指揮するオーケストレーションという高度な役割が求められます。それに伴ってビジネスモデルも RaaS、リザルト・アザ・サービスへと移行していくと予測されています。RaaS、リザルト、つまり結果への課金ですね。はい。これまではソフトウェアの使用権に対して月額料金を払っていましたよね。毎月定額で。しかしこれからは獲得した商談1件につきいくらとか、システムが回収した未払い金から数%の手数料といったように AI エージェントが生み出した成果に対してお金を払うモデルへの変化です。もはやツールというより成果報酬型のデジタル労働力を雇う感覚に近いですね。成果報酬で働くデジタル労働力ですか。でもこれに対する受け止め方って国や地域によってかなり違うんじゃないですか。おっしゃる通りです。米国、特にシリコンバレーはこれを創造的破壊として歓迎していますね。既存の SaaS 企業が倒れる一方で、全く新しい AI ネイティブ企業が次世代の覇権を握ると予測しています。いかにもアメリカらしいですね。日本はどうなんですか？日本は少し事情が違います。日本は2026年までに230万人のデジタル人材不足が予測されているんです。そのため AI エージェントに仕事を奪われるという恐怖よりも、人手不足を解決してくれる切実なパートナーとしての期待が先行している状態ですね。確かに人手不足は深刻ですからね。でもですね、日本の企業、特に中小企業って手書きの原画メモとか紙のファックスとか、いわゆる非構造化データに溢れてますよね。非常に多いですね。これって AI 化の最大の足かせだと思ってたんです。いくら優秀な AI でもゴミみたいなデータを入れたらゴミしか出ないじゃないですか。まさにそこが最大の焦点なんですよ。実はその泥臭い非構造化データをどう扱うかが AI 時代における企業の勝負の分かれ目になります。と言いますと？多くに企業は賢い AI なんだからバラバラなデータやファックスをそのまま放り込んでも勝手に整理してくれるだろうと幻想を抱いています。しかしそれをやろうとすると顧客ごとに AI をカスタマイズする個別開発が必要になってしまって、結局高くつくと。結果的に利益率の低い労働集約型のコンサルビジネスに退化してしまうんです。じゃあどうすればいいんですか？ AI が自動で整理してくれないなら結局人間が手入力するしかないってことですか？そこで求められるのがソフトウェア側で賢く解決しようとするのではなく、あえて不自由で強制力の強い UI を残して運用の標準化を顧客である人間に強いるという泥臭い対応なんです。AI の時代なのにあえて人間側に入力ルールをガチガチに守らせるんですか？めちゃくちゃアナログじゃないですか。そうなんですよ。自由度を奪い正しい型で入力させる。
これが実は最も安価に、そして正確に AI ネイティブなデータ、つまり構造化データを生成する唯一の現実解なんです。なるほど。最初から正しいフォーマットでデータが入力されていれば、AI はそれを学習して完璧なデジタル労働力として機能しますから。ああ、そういうことか。日本企業が本当に向き合うべきは、最新の AI モデルを導入することではなくて、現場の人間を説得して、この厳格な運用ルールを徹底できるかどうかという人間力の部分なんですよ。いやー、面白いですね。デジタル革命の最先端を走る AI を育てるためには、現場の運用を規律正しく泥臭く徹底するという超アナログな組織の力が不可欠だなんて、なんか皮肉でもあり希望でもありますね。ええ、本当にそう思います。結局のところ、2026年の150兆円が吹き飛んだ SaaS アポカリプスはソフトウェア産業の死ではありませんでした。はい。それはソフトウェアが月額で借りる便利なツールから自律的に結果を出すデジタル労働力へと劇的に進化するための痛みを伴う産声だったんです。なるほど。アバカスというそろばんから始まった計算の自動化の歴史は、ついに労働そのものの自動化に到達したわけですね。ええ、まさにその到達点に私たちは立っています。いやー、あなたにお伝えしたいのは、機能の豊富さや画面の綺麗さでソフトウェアを選ぶ時代はもう終わったということです。これからはいかに AI エージェントを指揮し、自社の泥臭い業務を型にはめて彼らに任せていくか、その全体像を設計する時代なんですね。その通りですね。ここで最後にあなたに一つ想像してみてほしいことがあるんです。はい。もしソフトウェアがただの便利なツールではなく、成果報酬で働くデジタル労働力になったとしたら、はい。未来の人事部は人間の採用だけじゃなくて AI エージェントの面接や人事評価もすることになるんでしょうか。ああ、それは十分にあり得る未来ですね。この AI エージェントは先月営業で10件の契約を取りました。来月からアクセス権限を拡大して昇進させましょうなんて会話が飛び交うかもしれない。もしあなたが明日から AI の上司になったら、彼らをどう評価し、どう動かしますか？ぜひあなた自身の職場で想像してみてください。今回の深掘りはいかがでしたか？次回もまたこの複雑で面白い世界を一緒に紐解いていきましょう。